皆様こんにちは、ネイジュの猪俣です。今日は防具学園とお店をつなぐオンライン講座の課題作品であったこちらのバニティポーチの応用編を紹介したいと思います。こちらの方ですね、蓋の方にちょっとアレンジをしまして一度ほどいております。でペンとかを刺せるようにしてほどいてやり直す時にちょうどいいかなと思って、今回ポイントレッスンの方を久しぶりに公開したいなと思います。バイアステープは市販のテープを使われる方もすごく多いと思うんですけれども、その時の縫い方のコツが何かヒントになればいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。縫い始めはバイアステープの端を1センチ折ってから縫っていきます。ミシン目のガイドの10のところですね、1センチのところを目安にして縫い始めます。やりにくい時はマスキングテープなどを貼っておくといいですよ。このカーブのところはバイアステープにも切り込みを入れながら縫っていきます。はい、では縫い終わりのところはここまで縫いましょう。そしたらこの余った部分を切ります。はい、では縫い終えたところです。ちょっと今回ほどいてやり直してるので、もう切り込みがすでに入ってるんですけれども、ここでもう一度こちらの方に縫い足したこちらのポケットがあるので、もう一度カーブのところだけ切り込みを入れておきます。同じ場所に切り込みを入れておくようにしたいと思います。これはミシン目の際のここの部分まで切り込みを入れるとカーブがきれいに出てきます。持ち手のところは硬いのでそのままで大丈夫です。カーブのところだけ切り込みを入れましょう。この縫い代1センチのままこれを閉じてしまうと、反対側のバイアスの折り目がこの今縫った縫い目に重なればいいんですけれども、ちょっとこの厚みが増すことで合わない時はここの縫い代を少し切り落とす必要があります。で今回はこちらゴムとかを足してしまったのでだいぶ厚みが増してますので、この分は切っていかないといけないので縫い代を5ミリぐらいに落としていきたいと思います。こんな風に調整もしてみてください。バイアステープ切らないように気をつけましょう。はい、そうしたらこのように切り落とせたところでバイアステープをくるんでいきます。
でこの時にここがタックが寄ってないかも必ず確認していきます。でここの縫い始めのところですね、ここのバイアステープの最初のところはこのように折りたたんでください。本当は斜めにやると綺麗なんですけど、ちょっと今回は簡単な方法で紹介していきます。でちょうどこの折り山が縫い目のところに重なるようにして合わせていきます。縫う時はこの縫い目をはみ出ないように意識しながら縫っていきます。縫い始めはちょうど重なりのところに針を刺します。そしたら際を目打ちを使いながらゆっくり縫っていきます。そうしたら最初の糸を切ります。で縫い目をここまで重ねます。はい、それでは縫い終えたところです。縫い始めと縫い終わりはこの部分になります。でミシン目に沿ってこのような感じで縫っています。そうすると裏側はというとこんな感じで結構際がねギリギリに縫えてるかなと思います。時々こう落ちてしまうこともあると思うんですけれども、ミシン目に沿って縫うように心がけると結構ギリギリのところで縫えてくるかなと思います。慣れもあると思いますので少しずつ進めていただけたらと。最初から上手にいくことはなかなかないと思うんですけれども、納得のいく縫い目に仕上がればいいなと思います。で実際ですねこう表にこうしていくと自分が縫った縫い目はここに見えて、内側に出てく縫い目はこう見えなくなってきますので、使う時には実際にはそんなに気にならないんじゃないかなと思います。反対側につける予定だったんですけど、これはこれでよしとします。はい、こんな感じです。で仕上がった時にちょっとこちらの最初こちらのペン刺しの方を作ったんですけれども、ちょっと隙間がないとこうですね、これ裁縫ポーチにしてもいいのでこうやって入れてみるとこう膨らんでしまうとここも膨らんでしまうかなと思って後からですねこちらもつけてみました。両方使えるようにしておくとなんかいいかなとは思います。結構バイアス縫うのは難しいと思うんですけれども、コツをつかめば市販のバイアステープでも縫ってきれいに仕上げていくことができると思うので、是非チャレンジしてみてください。お化粧ポーチとして仕上げていますので、よかったら参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。